コーダです。タイです。今回はバリ島の移住観光これ一本という一気見動画をお送りします。ぜひながら見感覚でご覧ください。それでは行きましょう。 Let's get started。 世界樹チャンネル。今日は我が家をご紹介したいと思います。じゃじゃーん。はい、じゃじゃーん。はい、こんな感じで、自然に囲まれている感じで、とっても癒しの空間です。バリ島のビラは結構そう、こういう形式が多いんだよね。そうまさに典型的だと思う。長期滞在はこんな感じ。こちらがプこちらがールになっております。プールになっております。こんな感じでプールがあって、そんなに大きくないけど、このでもプールがあるかないかの幸福度が半端じゃなくて、全然違うよね。ぜひともこのプールはね。プール脇にはい、マディです。いつも掃除してくれてます。いつもお掃除をすごくしてくださっているオーナーのお父さん。よくここでもね、今太陽出てますけど、太陽が朝とか夕方はほぼ照らないんで、寝っ転がってなんか仕事したり iPad 見たり携帯いじったりしてますね。この上のこの空感じ、なかなかいい。こんな感じの2階建てです。バリの長期滞在宿はこういう2階建てとか、せいぜい3階建てぐらいまでが多いです。ここですね、ここがポイントというか、こうやって朝ごはん食べてます。朝ごはん食べたり、パソコンを打つ時もあるし、そうバラエティ番組を iPad で見ることもあるし、あとにゃんこに餌をやったり、ここいつもお仕事してる、共用キッチンですね。仕事してるんで、仕事をして、朝食、うちの子棚がねうちの棚好きに使っていいですよということで、この棚を使わせてもらってますと。ヨーグルトとかね置いてます。なんと最高なのはこのそう飲み放題の水がね、お水。こうやって、日本でもあるからわかると思いますけど、こう押せばお水が出てくるというような感じになっています。ちょうど切れた。水を変えてくれてます。マジウォーターサーバーの水をこんな風に変えてくれます。ありがとうございます。すりまかし。すごい。これでバッチリ出るようになりました。お供えをしています。こんな感じで、チャヌン。チャヌン。毎日3回ぐらい多分お供えしてるよね。こんな感じでお線香。コーヒー。コーヒーが入ってるそうです。で、お祈りを今伝えました。こんな感じでお花が可愛いよね。ここにも魔物に備えてます。ちょっとね、そう緑癒しの空気があってね、とってもいい感じです。お部屋が2つ向こうにさらにあって、上2階もある。隣が多分今オーストラリア人で、その奥がインド人、ドバイ。はい、中に行ってみましょう。実際の全然大きくはないです。こちら我が家になります。我が家になります。どこからどこまでが我が家なのかよくわからないが、こんな感じでベッドがあって、そうね、そこつけたりとか。汚れてますけどね、多少ね。でも一応マディが掃除してくれたんでね、ベッドメイクはできてます。週に3回ほど掃除が入っております。で、ここ一応机があって、ここでもお仕事してる。そうね。ここも私が結構やってますね。で、クローゼットがあって、でここは洗面所。で、ここで歯磨いたりとかして、こっちがシャワールームとトイレです。シャワーはもう水の勢いバッチリなんで。お湯もね、ちゃんとお湯量もある。排水はバッチリだし、いろいろバッチリです。日本のようにね、湯船がないのがアジアというか外国では当たり前って感じです。こういうほら装飾がさ、いかにもバリって感じだよね。この木の装飾。よくね、なんか
ベッドにゴロゴロしながら昼間外を眺めてますよね。そうなんかこの景色がね、そう癒しの感じがね。でしかも猫が通るからね。そう蚊がバリは蚊問題が結構あるんですけど、まあこの時期はまだまだいいけどね。これがあるのでそうですね。めっちゃ蚊よけできます。結構これ重要じゃない？まあ全然重要だよもちろん。ね。こんな感じになってます。では2階に上がってみたいと思います。行ったことないんだけど。2階もなかなかすごいいい景色だね。いいねこれ。はーい、見えますか？こんな感じでプールが真下に見えますね。こういう敷地になっております。いいですね。で、鳥の声とかいつも本当にすごい聞こえてきて、天国かなって感じです。鳥さんがほら飛んでます。素敵です。はい、いかがでしたでしょうか。このバリ島の長期滞在宿って本当に快適なんで、ぜひ皆さんも体験してみてください。家賃は？家賃はですね、Airbnb を通して今回予約して、月割りが入って10万ちょっと、10万5千円とか11万ぐらいいくらだったと思います。普通でも、いろんないっぱいここら辺いっぱいビラあるからもっと安いのも。だから本当にピンキリであるんで、もっと安いのもあれば、で激高プールとかないとかのもあれば、うん本当に一棟借りとかもできるんで、予算に合わせてぜひね本当に1ヶ月ぐらい滞在してもらうと本当ですよね本当に良さがわかるので、特に寒気のこの4月から11月はおすすめなので、ぜひ来てみてください。それではまた世界中でお会いしましょう。さよなら。コウタです。はいです。今日はこのバリ島でのどんな生活してるかなって気になる方が多いと思うので、その典型的な一日を今日撮影をねします。それではレッツゲットスタート。はい、タイムさんおはようございます。はい。毎朝このようににゃんこに起こされてタイミさんが餌をあげるという。はい、お名前何ですか？あむちゃんです。お名前あむちゃんです。いろんなところで餌を与えるというのがこのバリ流なんで、うちでも与えるし他でも食べれるしっていう感じで、共同で飼ってるみたいな感じですね。チャンネル登録お願いします。6時21分朝散歩のお時間です。だいたい毎日朝散歩してます。でこのチャングっていうエリアは非常に長期滞在が多いところで、豪華料理とかのレストランもちろんあるんですけど、みんなが普段行けるようなレストランとかカフェが多くてすごい快適です。しかも店とかはほとんど新しいし、最新のおしゃれなものがあったり、一番大きいクラブはチャングにあったりという感じで、ワンコちゃんたちがいますね。だいたい放し飼いです。はい、タイミさんおはようございます。おはようございます。はい、いつもの朝ごはんのメニューをお願いします。オートミールをお湯でおかゆさんみたいにした後冷やして、その上にヨーグルトとバナナとスムージーボール的な感じでにしてます。めちゃくちゃ美味しいですよこれ。何の不満もないよね。美味しいです。可愛いですね、タイミさんは。今、はい、会議が始まりました。朝7時半からのね。いつもね、リネンのショーをやってるんで、それの撮影行きたいと思います。こちらアイデア企画室を通して、たくさんの母のアイデアが生まれ、暗いニュースが多い世界をパッと笑顔で明るく照らす、そんなワクワクした企画を生み出すことを使命としています。はい、今日どんな仕事しましたか？今日結構いろいろやったけど、ホームページのなんか申し込みフォームのところがなんかちょっと表示がおかしくなっちゃってるとこがあって、それの回収をしたりとか、ライターさんに記事を書いてもらってるやつのチェックバックしたりとか、そんな感じのことをしていました。はい。結構ね、脳が疲れる作業が多いんで、休みを入れたり運動したりとかね、5分間運動したりね、
してます。はい、到着です。いつものプレート、ここ大好きなんで何十回も来ています。めちゃくちゃ人気のカフェなので、いつもこんな感じで満席です。そしていろんな国の方々がいらっしゃいます。今日はいつも頼んでいるやつとクロワッサンのね、ちょっと美味しいやつを頼みます。はい、帰ってきました。オーダーをして、はい、こういう札をもらって、ここに今日はこんな席です。ここでバリ島での飲食店で気をつけることをお伝えします。まずクレジットカードは外国人向けのところならおおむね使えます。でもお店によっては 3% 程度の手数料を取られるところもあります。クレジットカードを使えないところもあるので、現金は必ず持っておきましょう。チップは基本的には必要ありません。でももしすごく気持ちよかったっていう場合は渡してあげるととても喜びます。で、カフェなんですけれども、ヨーロピアンが多いところ、あとオーストラリア人が多いところ、こちらはすごく音楽が鳴っているカフェがあることがあります。だからズーム会議をしたいという場合にはなかなか向いていないという店があります。これは事前にチェックが必要です。さあ、バリ島ライフを楽しんでください。はい、今からコウタさんはサフィンへ行きます。はい、週3回ぐらい午前中に週3午前中、最高ですね。最高のありがたい人生ですね。グラブで海まで行きます。3分できて3分。いつもすごいよね、この速さが、すぐ来てくれるっていうか、むちゃくちゃ近くにいつもいるよね、な感じで。玄関が近いからね、家の前までそうだね、来てくれてありがたいです。来た？何？あそこまで乗って行くまで来てるの？はい。行くまでやるの？早く。はい、今ハグしてます。はい。じゃあ行ってらっしゃい。ちゃんと安全を考慮してヘルメットをつけます。いつもグラブさん親切だしありがたいね。いってらっしゃい。出発しました。私たちがこういう世界に移住しながら生活してるっていうちょっと珍しいタイプなので、それをそのまま届けたいなと思って世界移住チャンネルっていうチャンネルを作って、ツイッターでたまたまバリ島のスパで日本のインフルエンサー募集してますみたいなのがあって、インフルエンサーっていうかフォロワー数これだけいますみたいなのを連絡入れたら、ぜひ来てくださいっていうことを言われて、高級スパを無料で受けに行ってきました。土曜日。めちゃくちゃ高級で最高でした、マジで。何回か後に多分それが投稿されると思うんですけども、楽しみにしておいてください。今も実は撮ってます。これバリ島での一日。皆さんも映るので、ぜひ。そうだね、映ります。楽しみにしててください。バリ島での一日を今日は撮って。そうね、今日はバリ島での一日。皆さんが登場します。はい、休憩時間にちょっとプールです。休憩時間はプールで。そうだから10分休憩やったらプール入る。泳ぐみたいな感じのスタイルでやらせていただいてます。今日は珍しく暑いので。今日ちょっと暑いよね。安い意味でも一瞬で昼が。の上からプルメリアっていう、木がここにいっぱいあって、上からですね、お花が落ちてくるんですよ。こんな感じで。これがまた、あははみたいな、あはははじゃないんですよ。こんな感じでお花が浮いてて可愛くないですかって。このプルメリアが可愛いでしょ。よくこういうバリの人ここにつけてるやつです。南の東南アジアの島には大体。そうやんね。東南アジアには大体あるよね。本当にバリは最高だなと思います。めっちゃ気持ちいいです。
はい、一日が終わりました。まただいたい一応5時でね、一応営業終了。 5時でさ、これ終われるメリットはさ、この明るさでさ、まあ1時間時差があるから、なんかちょっと得した気持ちになるよね。朝早いけど得した気持ちになるよはいね。、そうですね。というわけで混んでない。これからご飯にしたいと思います。今日夕食はこのワルンブミ、うちから徒歩2分3分ぐらいのお気に入りのお店また来ちゃいました。コロッケが美味しいんですよ。コロッケがこれいいよねなあ。はい、はい、夕食です。こんな感じで野菜たっぷり、揚げ物もあるけどね。まあね。というわけでこれがこれがまあ我々の典型的な夕食です。今日の最後の夕食いただきます。はい、いただきます。はい、一日の終わり、今はそれでも6時36分です。まだ一日が終わったというには早いですけども、私はひたすらゴロゴロしています。インスタで結構ゴロゴロしていインます。スタでひたすら動物動画を見てそうですね。笑ってます。で、まあたまになんか仕事関係のものが来たら返したりしてるって感じですね。こんな毎日です。何やって？明日朝早すぎる。明日4時45分に出発します。そんな早いの無理。ということは、朝じゃなくて、まあ4時もう夜やん。これ4時に起きるって感じですかね。夜やん。はい。無理。早すぎる。というわけで、こんな感じの反抗的なタイムさんでした。はい、いかがだったでしょうか。まあ、こんな感じで我々は一日を過ごしていると。というわけで、また世界中でお会いしましょう。さよなグッドバタら。ーいいね。よろしくお願いしお願いします。ます。コウタです。はいです。今日はですね、バリ島住んだからわかるエリア別パーフェクトガイドというのをお伝えしたいと思います。あなたがこのバリ島に旅行するとか、あるいは移住する、どこに住もうかなっていう場合にこのエリアを選ぶというのが非常に重要になってきます。バリ島はエリアごとめちゃくちゃ離れています。場所によって全然エネルギーや雰囲気、あるいは店とかも全く違うので、その特色を今日お話ししたいと思います。ぜひ最後までご覧ください。そうですね。これを全部見るとあなたもバリ通になりますので、ぜひどこに行けばいいかって分かるからね、はい。見てください。世界中チャンネル。ではまず2エリアから参りましょうか。はい、1つ目2エリア。こちらはですね、どんなものですか？最もリーズナブルなエリアとなります。はい、そうですね。うんまあ最もリーズナブルな最もリーズナブルだし、最も人気があるというか、一般的に多くの方が行くところですね。結構初めての方が北に行くよっていう方が多かったりとか、特にまあ私もバックパッカーでしたんで、バックパッカーは結構北に多かったりとかそうですよねいうことがありますので、全然違うよね。価格がお店のさ、お土産品とかの。交渉するとかなり安くなりますので最初はふっかけてくるから。そう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 それでもね、安いけどね。サングラスなんか多分500円もしないようなやつが4000円とか5000円とか言ってきて、ノーノーノーとか言ってる偽ブランドのやつね。そう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 帰ろうとするとすぐ安くなったりとかそうですよね。交渉も楽しみながら買い物をしてみていただければと思います。いい点としてはビーチがやっぱり特徴なので、すごい長いビーチがあって確かに。お店がいっぱい並んでいて、でどこもそんなにね高くなくて、ココナッツのねジュースを飲んだりとか、ビーチ前のビーチチェアとココナッツジュースなんかセットになってるけどさ、我々はよくねサーフィン行く際にもそこでココナッツジュースを頼んで、1人がサーフィン行って1人がゆったりしてるっていうようなことやってるので、
そんな感じでそこの雰囲気を楽しむっていうのもすごいいいかなと。ココナッツジュース400円ぐらいでビーチチェアまでついてる。波としては結構初心者向きだったり中級者向きの波が多いので、レッスンも安いし、ボードも安いしということで、波もいいしということで、行っていただければというふうに子思います。供ちゃんにも安全だよね。クタはすぐに売り込みに合います。日本語で話しかけてくれます。オーストラリア人お金持ちだから買ったらって言ったら彼らは買わない。やっぱ日本人の方が財布の紐が緩いみたいです。で周囲にショッピングモールも結構あるので、車だったり歩いても行けるぐらいの距離にあるので、もしなんかブランド品だったりね、いうような欲しい場合も、買えますので、結構充実して便利なエリアかなというふうに思います。でマイナス点を挙げると、街全体が、ちょっと古い感じがする。あとはラグジュアリー感はそこまでないような感じ。それが良かったりするんですけどね、街歩きが楽しかったりするんですけども、もしなんか高級感を持ったところに行きたいっていうんであれば別のエリア。マッサージもなんと700円からあります。1時間1時間700円、激安じゃないですか。ちゃんとクオリティもね、ちゃんと選べばいいところなので、あるある。ぜひ行ってみてください。チャンネル登録お願いします。さあ続いてエリア行きたいと思います。続いてのエリアはスミニャック。スミニャック。スミニャックはどこですか？はい。映えビーチエリア。映えビーチエリアです。そうですね。ビーチに隣接したところなので、ビーチ沿いが結構映えている。そう。散歩もいいですし、パラソルとかあったりとかビーチチェアがあったり、それが2人よりはるかにおしゃれに、おしゃれバージョンになっている。女子は多分あそこでなんかいっぱい映えまくるんじゃないかっていう。だから映えたい方は結構スミニャック向いてるかな。特にさ、夕方からさ、夜にかけてが最高におしゃれやから、なんか散歩してね、風風を受けながら散歩するのも素敵かなと思います。海のもうすぐそばにこんな寝れて、でドリンク飲みながら優雅にみたいな。でも言ってもそんなこまで高くないからさ、おしゃれでかつなんか映えて、高くないって言っても高いところもあります。そうやな。っていうか、あそこは結構高級ホテルもあって、そこの高級レストランっていうのは高いけどもクオリティもすごい、もう映えまくってるみたいな。そうやんね、おしゃれで美味しいみたいなね。スミニャックすごいね。そうですね。だからそういうスミニャックは遊びますね。でマイナス点としてはちょっと長期滞在には向きません。ここはカップルだったりファミリーで4泊5日とか5泊とかで高級ホテルに泊まってゆったりするというのが一番いいかなと。そうやね。スーパーがあんま安くないもんね。安くない、あんまりない、もともとないし、普段行くような定食屋みたいなところもちょっと少ない。確かに。ピザ屋さんとかちょっと高級なところはあるんだけど、そうだね。普段食べるようなところは少ないかなという感じなので、我々も1ヶ月間住みましたけど、そんな形で考えていただければ。そして3つ目、ウブドです。ウブドは何という意味ですか？神々が住むエリアです。はい、神々が住むエリアということで、ここは唯一のこれからご紹介する中でね、唯一の山エリアなんですね。非常に森に包まれたもう癒しの空間。すごいよね。今日ご紹介する中で最も癒し効果が高い確かにところです。もうバイト全体癒し効果が高いんですけど、疲れてる方はそちらにそうもう本当になんか長期滞在者も多いし、沈没と呼ばれる、もうずっともう居心地良すぎて居ついてしまうみたいな人も多いので、もう癒しが欲しいっていう方はもう圧倒的にウブドをおすすめです。で森もあるし、ライスフィールドがね結構綺麗で、段々畑のライスフィールド、田んぼですね。また日本とはちょっと違う、なんだろう、ヤシの木みたいな、なんかこういうのもありつつライスフィールドっていう、なんかちょっとこう幻想的な感じでね、感とそこが入り混じってて素敵だよね。我々行った時はアマンダリっていうねホテルがあって、これはもうリッツ・カールトン以上にホスピタリティのあって、高級ホテルと言われて泊まらせていただいて、本当に最高の経験なので、ウブドは結構短期在でそういう、バックパッカー向けもありますけど、超高級ホテルもある、いろんなあるね、あそこはいろんなものに対応してるので、おすすめかなと。ただウブドの街中はちょっと雑踏があるというか、人がとにかく多くて、メイン通りはね、車も多くて大変だなっていうのがあるので、ちょっと外れたところがいいかなというふうに思います。でマイナス点としては今言った混雑もありますし、エリア間の移動が非常に難しい場所です。ちょっとつながってない道に行きたい、ウルワツ行きたいって言っても行けないことないですけれども、なかなかこの例えば4泊5泊の中で行くのはそんなにお勧めしないかなというような感じで、できればもうじっくり
ウブドで生活するんだぐらいの方が楽しく過ごせるかなというふうに思います。あとグラブはね、なかなかちょっと捕まりにくいかそうだね。いうところが車の台数がなんか少ないみたいでね。他のエリアは結構捕まることが多いんですけど、ウブドは結構捕ま待たないといけらないんで。ないよね、結構ね。バイクタクシーはまあまあ捕まるみたいですけど、車はなかなか捕まりにくいというところがあります。はい。はい、続いて我々の泊まったヌサドア地域。イエーイ。はい、ヌサドアどういうところですか？ここはですね、ホテルステイがおすすめなエリアです。ここはね、もう政府がこの観光用に開発された、まあ、いわばワイキキみたいなところで、整備されてるよね。高級ホテルが海沿いにバンバンバンと並ぶというような、我々が泊まったのはウエスティンですけど、本当にもう出なくていいやんって思うような作られた完成形というかね、もうバリらしさもちゃんと残しながら、本当にもうビーチ沿いとかプール沿いにいるだけで、ああ気持ちいいね、最高だねっていうようなまあ感じが得られる。プライベートビーチでね。そう、海もまあまあ綺麗ですからね。ヌサドはいい。しかも空港から結構近いので、確かにまあご家族連れとかはおすすめかなという。いいよね。家族連れでさ、もうプールでね遊んだりね。出なくて、しかもさ、プライベートビーチが結構安全っていうかさ、波が結構穏やかじゃない、あそこ。だから子供ちゃんがいっぱいさ、ほら遊んでたりとかするけど平気だったりするよね。で結構夜もなんか観光客用にこう色目の明かりがねあってすごく綺麗だなと思うので、それも楽しんでいただければと思います。だから逆にマイナス点はもうローカル感みたいのはゼロですね。地元の人多分ほぼいないです。いないよね。で地元のね、だから我々がよく行ってる定食屋みたいなのもないんですね。だから街歩きはそんなに楽しくないと思います。街がない。まあホテルがバンバンバンとあって。でそこをまあ散歩するぐらいは気持ちいいですけど、レストランの選択肢も少ないよな、だから。ディープな場を味わいたいっていうのはちょっと向いてないかなっていうふうに。でも安心して過ごせるよね。なんかいろいろ不安っていう方は初めてとかね。もうだから何も考えずゆったりしたいのは本当にいいかなと。映えもちゃんとご用意してますから。ホテルでの映えは結構映えれますからね。おすすめです。はい、ウェスティンさん最高でしたしね。最高でした。というわけでヌサドアのご紹介でした。さて、続いて5つ目かな。5つ目、ウルワツです。ウルワツはどんなスポットでしょうか。はい、ここはですね、最新人気エリアとなっております。そうなんですよ。この2024年これ掘ってるから、2024年の時点で最新エリア。そうね。どんどん変わっていくからね。一番ホテルがどんどん建っていて、いろんな最新スポットやおしゃれなカフェができつつある場所です。そうだね、たくさんできてきてるのよね。で、ここの最大の特徴は、なんといっても最も海が綺麗です。確かに。このバリ島本島の中でですね、離島はもちろん綺麗なところありますけど、本島の中ではすごく綺麗。実はバリ島って沖縄と比べるとですけども、そこまで海は綺麗じゃない。そうだね。皆さんどんなイメージかわからんけど、めっちゃ海綺麗なとこじゃんって思ってる人いるかもしれないけど、意外とこのウルワツ以外はあれなんかそんでもなかったなみたいな。まさにウルワツはその白浜とか沖縄に近いぐらいすごい透明度も高いし、白い砂場でね、クリスタルブルーの海が広がっていると。でここは長期滞在宿も結構ありますけど、メインはリッツ・カールトンとかの高級ホテルが結構多くて、これが崖の上に立っていて、すごいよね。景色がね良かったりとか、崖の上のさところでさらにそれの崖の上でスパ受けれるとかあるの。そうなるほど。はい。まあ女子はね。女子はもうそれだけで映えるみたいな。すごいです。極上のやつですね。極上のやつが受けれたりとか、あとウェディングとかでも有名なチャペルがあって、なんか夕日がバリ島ってめっちゃ綺麗やから、夕日をこの背景にバックに夕日がありながらのウェディングみたいな。とにかく映えですね。女子はもうなんか多分率は上がっちゃうと思います。他にもいくつもね高級ホテルが近くにあるんで、そういうところも楽しめるかなということですね。マイナス点はまず一つは結構エリアが広いんですね。広くて店がいろんなところに立っているので移動が難しい。ちょっと飛び飛びだよね。ちょっと観光するのは移動手段があった方がいいなというようなところです。でさらにそういったさっき崖の上にあるって言いましたけど、大体崖の上なんで、端っこやもんね。だからビーチへのアクセスが難しいんですよ。オーシャンフロントみたいなのがなくて、大体ホテルから例えば階段を行ってビーチに行くみたいなところが
あるので、そうだねそれが、まあ、運河でのアクセスが難しいというところ、うん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 まあ、だからこそ綺麗が保たれてるっていうところでもあるので、ウルワツはぜひ行ってほしいポイントかなというふうに思います。はい。はい、じゃあというわけで、6つ目6はもう我々が大好きすぎる、もう一番おすすめ、特に長期滞在にはおすすめのスポットです。それがチャングーです。イエーイ、チャング。チャングーは本当になんか最新スポットらしいよっていうところで行こうとした時に、大丈夫かこんなところみたいなね、結構評判が分かれてるよね。そう分かれてるし、空港から遠いし、そう、遠いよね。北からもちょっと離れてるし、大丈夫かなみたいな感じで行ったら最高だったと最高だった。いうことで、チャングーはどんなエリアでしょうか。はい、サーファーの聖地、そしてバリ島全体でサーファーの聖地と言われるんですけど、の中でも、そう、中でもサーファーの聖地エリアプラスおしゃれエリアなんですよ。もう本当にそうですね街歩きが最高に楽しいエリアです。そうですね。はい。だからこれも女子ですね。女子が好きだ。おしゃれなカフェや最新のレストランがたくさんある。あと可愛い服売ってるお店とか雑貨売ってるお店とか、とにかくなんかおしゃれが極まってます。バリ島で一番大きなクラブの一つはチャングーにそうだあったりとかね。して、で世界の有名な DJ がうん。来るということで、クタみたいなね、ちょっとリーズナブルなところも結構あって、ワルンっていうそのね、よく出している定食屋さんだったりとかする中で、動画とかご飯を食べた見てもらうりとか、うん。オーストラリア人とヨーロッパ人がすごく多いところなので、アジア人全然いないよね。アジア人はほぼほぼいないねほぼいない。1%ぐらい。日本人1人いたかぐらいですね、我々。あとはもう韓国の方が何人かいたかな。韓国、中国がちょろっといるぐらいです本当にね。いないだよね。だからそういった西洋人に対応した料理、ビーガンだったりとか、ピザ、パスタだったりとか、ハンバーガーとか、そういった食文化があるので、我々にとっても全然食事は困らないようなエリアになっています。でこれが本当におすすめで、特に長期滞在する場合はチャングーおすすめだなというふうに思います。本当だね。とにかく幸せに暮らせる場所ですよっていうようなことはお伝えしたいかなと思います。でさらにタナロット寺院という我々がお寺の中で一番好きな、バリ島の中でね、バリ島のお寺の中で一番好きな崖の上に立っていて、しかももう波もすごいんでね、ザバーンって幻想的なね、すごいよね。すごい不思議な空間だよね。あれ世界でもめちゃめちゃ珍しいんだよ。珍しいと思うね。でさ、そのさ、お祈りの場所に行くのもさ、限られた時しか行かれへんくて、潮が引いた時にしかそこに行けなくて、しかもなんか聖水かけてくれたり儀式してくれるんだよね。でしかも夕暮れ時がおすすめなんで、あれはすごい。もう沈む夕日を見ながらそれに照らされたお寺もこう見に行く幻想というね。的だよね。あそこが全てのお寺の中で我々は好きだなというねえ、あれで超おすすめ。ぜひ行っていただきたいなと思います。うん、でマイナス点としては一つは渋滞です。確かに。これはよく言われていますが、特にラッシュアワー、朝の8時頃とか夕方の5時6時あたりは渋滞がひどい。すごいよね。で我々としてはあんまりねその時間動かないっていうのがあって、そこまで被害は受けなかったんですが、でも一回ねハマった時にまあまあの大通りだったにもかかわらずバイクが動かないっていうね。確かに。バイクって普通ね横からねスイスイ行けるけどね。行けたりしますけど、それすら動かないっていうぐらい渋滞にはまってしまったことがあったので、渋滞もこう視野に入れながら、考えに入れながら、この時間は大丈夫だな、ダメだなっていう形で移動していただければと。でもう一つは、チェーン系のお店が少ないっていうのはあるんですよね。マクドナルドみたいなね、確かに。バーガーキングみたいなね。そんな求めてないじゃない。そう旅行しらさんね。求めてないし、もっと美味しいハンバーガー屋実はあったりとかね。チャングーなんかモスマンというお店最高にうまい。チャングーだけじゃない、スミニャックもある。チャングーとスミニャック、そうですね。めっちゃ美味しいって、スミニャックが本店だったっけ。そうだね。めちゃくちゃ美味しいって、ちょっと高いけど言ってください。というようなものだったり、でもラーメン屋とかはあるしね。あるね。大体あるよね。でチェーン店で言うならばコンビニはいっぱいありますので、その辺は安心して行っていただきたい。地元のねコンビニもあるしね。というわけで以上6エリアをご紹介しました。他にももちろんジンバランとかサヌールとかレギャンとかいうスポットがあるんですが、多くの方が行くね今日はスポットをご紹介させていただきました。
ぜひね、次のね、あなたの旅行だったり、長期滞在だったり、移住の参考にしていただければというふうに思います。行ってみたよという報告とか、そうですね、あとこういうのもおすすめだよみたいなのをぜひみんなコメント欄に書いて、ちゃんとここでとかね、噂ここでとか、私はここが最高でしたみたいなので、ここの動画がさ、みんなのさ情報さとかできたらめっちゃいいなと思うので、おすすめであったらぜひコメント欄に書いてください。はい、それでは今日はエリア別移住者だからわかるバリ島観光パーフェクトガイドというのをご紹介させていただきました。イエーイ。最後までご視聴いただきありがとうございました。また世界中でお会いしましょう。さよなら。グッドボタンよろしくお願いします。コウタです。タイです。今日はバリ島生活メリット5選ということでお話してみたいと思います。はい。それでは Let's get started。世界中チャンネル。バリ島移住のメリット1つ目は物価の安さです。物価安いところもあればすごい高いところはあるんだけれど、それぞれのその予算に合わせて楽しめるというところが特徴かなと思います。幅広いよね。幅広い。特にすごく安く抑えたいっていうんであればクタエリアなんかが良くて、バックパッカーの人はね、いっぱいいるし、宿も1500円ぐらいから1日1泊ありますね。でマッサージも1000円ぐらい。そうだよね。1000円ぐらい。一番安くて700円とかね、700円ぐらいから。チップを入れて1000円ぐらいというふうに考えておいてください。でもそれぐらいあるので、安くも済ませるし、リッツ・カールトンのような超高級ホテルもあると。そうだね。いうことで、いくらでもどんな予算にも対応できるのが素晴らしいかなと。我々が特に好んで食事に関して好んで行ってたのはワルンというお店ですね。他の動画でもねご紹介してると思いますが、ワルンというところが地元の定食屋で、分かりやすいのが京都のおばんざい屋さんってあると思うんですね。いろいろね、いろいろ惣菜がバーってあっチョイスできて、チョイスして、例えばなんとかご飯とかって食べれるっていう感じで、そんな感じでいろんな惣菜があって、ヘルシーにしたいときは、野菜を中心に選ぶこともできますし、がっつりいきたいっていうんであればフライドチキンとかね魚もあるんで、そういうのもチョイスするというので、大体多くて1人500円ぐらいですか。1人500円なかなかいかない。なかなかいかない。私たちなんかは2人で500円とか600円とかっていうことも結構あったから、女子は絶対喜ぶと思う。そうですね。好きなやついろいろ食べたいみたいな欲張りな人には最高にいいと思う。しかもワルンにもいろいろあって、特に観光客がある程度いるワルンなら、ほぼクオリティも問題ないし、清潔度も結構ちゃんとしているところが多いので、ぜひ行ってみていただければと思います。サーフィンとかやるときはだいたい500円で2時間ぐらい借りれたりします。レッスンは店によるけど3500円とか、高いところで5000円とかいうところで受け入れるので、60代70代のヨーロピアンの方が受けてるので、そうやね、頑張ってるよね。ぜひあなたも受けてみていただければと思います。本当に交通に関してはグラブというのが非常に便利で、シェアライドアプリですね。でこれはちょっと危険な面もあるんですが、グラブバイクがめちゃくちゃ安くて、だいたい200円超えることはほぼないなっていう感じです。どこでも100円ぐらいで移動できる。90円から200円ぐらいの間でだいたい移動できる。混んでるところもスイスイ行ってくるので、車より半分近くの時間で行けたりする場合も結構あるので、ちょっと雨具合なのでグラブバイクさんがスマホにビニールをかぶせています操作できんのか、すごい。チャンズの中で移動するときはバイクがすごい便利で、ちゃんとねヘルメットを貸してもらって、ぜひ使ってもらえればなというふうに思います。というわけで物価でした。チャンネル登録お願いします。さあ2つ目、大自然ということで、海があって、山があって森があってということで、特にバリ島の長期滞在の宿は結構自然に囲まれているところが多いです。なんか木がねいっぱい生い茂ってるよね。ちゃんとなんか剪定もされてたりして、いろんな種類の木があったりして、すごくなんかもうその場にいるだけで癒されるような雰囲気があったりとか、鳥の声がすごいしてるしね。夕方とかは
もうビーチに行ったらものすごく綺麗な夕日、夕日がいつも綺麗く夕日が綺麗というすことで、ごいよね。色がピンクとかなんかなったりして。そうこれは本当にびっくりするんで、あぜひれはバリの特徴かもね。沈んでからも20分ぐらい綺麗ですからね。10分ごとに色が変わっていくんで、うんぜひこれも体感していただけたらというふうにそうで思いますすね。で、大自然、あとウブドなんて行くと本当に森ですから、確かにもう山の中にそうなんかいろんな街があるんですねそうカフェもあったり、癒しの空気といったらウブドだなっていう感本当に本当じにですね。だから癒されたい場合はウブドに行って、ちょっと癒しとアクティブに活動したい場合はチャングードそうだよねね。行っていただければなというふうにそうだ思います。ね、本当に。とにかく大自然はどこ行ってもあるということで、それもおすすめかなというふうに思います。確かに自然めちゃくちゃいい。これはメリットの2つ目です。はい。 3つ目、3つ目、気候です。気候ね。これはちょっと外これせないはね、ポイントだ3つ目というかね。もしかしたら最大のポイントかもしれない、我々にとっては。我々にとっては。長期滞在の人にとってはすごい重要なのがすごい重要この気温だよね。そううん。う。やっぱり我々は沖縄に住んでましたし、東京にも住んでたし、すごい気候のいい時期ももちろんあって、あ、最高だなみたいな、気温も湿度も、そうだね。太陽もいろんな意味で最高だなっていう日があるかと思うんですけど、そうは言っても日本でいうと大体合計30日もないんじゃないでしょうか。ないっすよ。10日ぐらいじとにかくなんか、例えば T シャツと短パンだけでもうなんか、あ、気持ちいいなっていう。暑くも寒くもないっていう。そう暑くも寒くもないっていうそんなん10日ぐらいしかないんじゃない？それがですね、このバリではなんと200日ぐらいある。だいたい4月から11月ぐらいまで、11月半ばぐらいまではもうありえないほど気持ちいい時期が続きますね。最高気温でもまあ30前後ですよね。32度とかそれぐらいかな。最低で22、3度で、だよね。ちょい寒いぐそのらいですね。間のところを行ったり来たりしてるから、もちろん日中でね、日差しがすごいきつい時はあるけど、でも日陰に入ったらね、もうそう、一完全な挙に涼しくなって、これはめちゃくちゃいいよね。だからオープンエアのカフェがすごい多くて、確かに。そこがねまた気持ちいいんですよね。雨もね、雨季もちろんあるけど、でもその時期ってそんなに降ってないからさ、降っても1日10分降るかどうかっていうぐらい。そうだよね、長く降ることがあんまりないしね。だからこの寒気の時期に行かれることがいいかなと思います。年配の人とかにも良くない？すごいいいと思います。体にめちゃくちゃ優しいじゃん。体調を日本で崩してバリに住んだら治ってきたみたいなね、いう方もいらっしゃるぐらい、本当になんか幸せにあふれた国だなというふうに思うので、ぜひこの気候も感じていただきたいというふうに思います。これは3つ目。そして4つ目、はい、タイミさんのコーナーやってまいりました。食事、そしておしゃれカフェということで、まあ女性のね2大大事なことかなというふうに思います。食事なんか超重要なんだから、しかもおしゃれっていうのもすごい大事で、そうですね。やっぱりなんかいろんな国住んでみて、こうおしゃれななんかこう通りとかおしゃれなお店がいっぱいある場所とかに行くだけでもうテンションが上がって、あーみたいな幸せみたいな感じになる。通りを歩くだけでもね。そう。店がだからおしゃれって結構重要やなって自分の中ではめちゃくちゃ思っている。ああいうヘルシー系食事もあるし、でちょっといいレストラン、高級系のレストランとかもあるし、でしかもいろんな種類。そこが大事ですね。割とやっぱ観光エリアだけあって、オーストラリア人も多いし、ヨーロッパ人も多いし、もちろんアジアからもたくさん来るので、いろんな食事があるんですよね。そうだよね。中華もね、そう美味しい餃子屋さんがあったりとか、ピザ、そうピザ、ハンバーガー、ハンバーガー。でもちろんパスタとかタコスとか好きなやつあるやん。お店もあるし、ラーメンもあるし、ないものほとんどないよね。韓国料理がちょっと少ないかな。そうだね。韓国料理、中国料理もまあ餃子屋さんはあるけどちょっと少ないかな。アジア料理が少ないけど、まあ欧米系の食事は大体全部あるって感じのね。日本食もあるし、それでもリーズナブルに行きたいって言ったら吉野家がありますから。そうやな。よしがあるから。我も3回ぐらい行って本当に感動します。同じ味だ。あとスーパーとかでも結構な食材揃うよね。そうね。まあスーパーがちょい高めかなっていうとこあるけど、そこまだねデメリットでお話ししたいと思いますが。高めのものもあるということで、それはでも揃うよね。なんでも一通りは何かなって苦労することがほとんどないという状況ですね。そうやね。そうやね。だから割と長期滞在に向いた場所かなというふうに思います。そう。あとおしゃれな服とかたくさん売ってるし、すごい安いですよ。もうおしゃれカフェ本当にやばいよね。おしゃれカフェ。ちょっと行ききれないぐらい。スターバックスも何店舗かあるんですけど、もう全然他に負けちゃってるんです。スタバがスタバがスタバがとして
いる。閑散としている、ほとんど閑散としている。おしゃれそれがなぜか多すぎて。同じ価格帯のカフェで本当におしゃれで、Wi-Fi もあって仕事もしやすかったり、カップルで行きやすかったりするようなカフェが本当に多いので、ぜひね、いろいろ行っていただきたい。本当にいいよね。あんなに可愛いカフェ大量に揃ってる場所ってなかなかなくない？でこれは特にね、チャングーがいいです。私たちもいっぱい開拓しようってしたけど、もう行ききれないって全感じ然行きで。可愛いものありすぎて本当にもうすごいんですよ。そうです。女子が絶対に上がります。上がりますもうテンション上がっちゃいます、あれは。というわけで、この街歩きも楽しんでいただき、カフェでね、カフェ巡りもカフェ楽しんでいただければっていうふうに思最います。高です。おすすめです。はい、こちらが4つ目でした。次。ラスト。これがね、一番我々にとっては過ごしやすい一番の原因。さっき気候も一番って言ってたけどね。でもそれも含めてね。そうだね。ここでやるとバイブスって言ってますね。バイブスとエネルギー。エネルギーね。幸せエネルギーですよね。幸せバイブス。これがもう島中に広がっている。そんな気がするよね。ちょっと統計取れたわけじゃないんですけど、もしかしたらなんか国民というか島民の幸福度が世界一なんじゃないかと思うぐらい、もういるだけで幸せを感じられる。原因の一つがなんかこうちゃうかって言ってたのがさ、結構その、行事が多い。例えばヒンドゥー教とか、イスラム教とかもあるけど、それぞれに行事が結構多くて、なんかきっとこう自然と触れ合ったりとか何かお祈りしたりとかする、それ自体がなんかこう多分平和を生んでる、その心の平和を生んでる気がするっていうか、働いてる方々も苦しそうな顔して働いてる人あんまり見たことないから、皆さんなんかにこやかになんか鼻歌歌いながら、楽しそうに仕事してるし、幸せエネルギー満載な感じがする。でそれを我々もね感じるだけですごく幸せな気持ちになるということで、あんまりなんか何もしなくても幸せだなっていう。そうだよね。朝起きて鳥の声聞こえて、緑がパーって見えてみたいな、それだけでなんか幸せみたいな。ね、夕方夕日見て幸せみたいなね。本当だよね。そういった面も楽しんでいただけたらなと。だからおすすめはあんまりバリ島で活動しないってことですよね。長期でじっくりなんかそういう感じで過ごしてもらうといいよね。はい、それでは今日はバリ島移住のメリット5選と、5選なのか6選なのか7選なのか分かりませんがお話をさせていただきました。ぜひあなたもバリ島に、短期でもいいんですが、できれば長期で開催していただけたらというふうに思っております。はい。それではまた世界中でお会いしましょう。さよなら。コウタです。タイです。今日はバリ島生活5つのデメリットということでお話ししていきたいと思います。それでは世界中チャンネル始まります。Let's get started! 世界中チャンネル。それでは早速お話ししていきたいと思います。まずバリ島生活5つのデメリット。1つ目、交通渋滞です。確かに。場所によるけど。場所によるけど、でもほとんどじゃない。道が細いんだよね。そう。そのせいだよね。狭くて、バイクしか行けない道っていうのは結構あるんですよ。あるね。だから車で行くとものすごいうわーって遠回りしなきゃいけなくて、車で行くと1時間だけどバイクで行くと20分みたいなところって結構あるんですよね。交通行とかもあるしな。あと夕方の5時ぐらいとか、ラッシュアワーの時間っていうのはものすごく混みます。混んでるね。でこれは特に幹線道路と言われる、車がいっぱい集中するようなところは本当動かないぐらい。そうだよね。なってる。あれ毎日多分大変だもんな。毎日すごいよね。移動する際には余裕を持って、そうだね。かなり余裕を持ってぜひね、心に留めていただきたいと思います。これが1つ目です。はい。チャンネル登録お願いします。そしてデメリット2つ目。これは雨季の時期です。雨季ね。雨季の時期はだいたい毎年12月ぐらいから3月ぐらいまで。この時期がものすごく雨が降る。なおかつ暑い。バリ島は場所は南半球に実はあるんですよ。だから4月から11月だいたい冬なんですね。だけど12月から3月は夏なんで、一番太陽が暑い時期に一番雨が降るという、なかなか居心地が悪い。だから雨降るし、晴れた日はもう
日光が強烈でそうだね。暑すぎるみたいな。サーフィンとかね、海活動する人も、うん。その時期荒れるんですね。12月とか、うん1月とか2月は。激しいからね。だからサーフィンとか向かないし、もちろんシュノーケリングなんかできないしということなので、できればその4月から11月に活動していただけると思います。その期間においては4月から11月は本当に最高で、もう天国のような毎日が過ごせるので、楽しんでいただければというふうに思います。まあでも現地に住んでる人さ、この話聞いたらさ、まあ雨降る時間がさ、そんなにずっとじゃないから。強烈に30分とかね。そう。だから意外と気になりませんよって長年住んでる人が言ってたから、まあ移住してくるみたいな人からしたら、もしかしたらそこも気にならないことになるのかもしれないので、はい。まあ大洪水で流されるとかそんなことはほとんどないよね。なさそうだね。あんまり聞いた限りにおいては。他のところはアジアで結構ですね。バンコクで車が埋まったとか、ダナンでもなんかね、川が氾濫したとか結構ありますけど。そういう意味でも災害という部分のところでもいいかもしれませんね。そうですね。意外と大丈夫。という感じですね。というわけで、雨季の時期ということもちょっとご注意いただければと思います。そして3つ目が、水の質が悪いということです。これはしょうがないね。水道水ですね。もちろん飲めない。もちろん飲めない。基本的に海外飲めないところがほとんどなんですけど、それだけではなく、すごい硬水と言われる、カルシウムとかそういうのがいっぱい入っている水で、もう例えばシャワー浴びると、明らかにゴワゴワ。ガシガシになるよね。もしかしたら超高級ホテルとかは、ちゃんとしてるかもしれないけど、とにかく、特に長期滞在の宿は、水の質が悪いので、ガシガシになるのはちょっともう、諦めるしかないなっていう。そういう、なんて、しっかり潤わせるシャンプーとかトリートメントとか使ってもらう。で、逆に、だからこそなんですけど、いいのが、長期滞在の宿には大体、ウォーターサーバーが置いてあって、あれは最高だよね。これが飲み放題。そう。もちろん天然水のね、ちゃんとしっかりした飲料水なんで、それを飲んでもいいし、お湯も出るし、いろんなことに使えるので、めちゃくちゃいいよね。本当に気になる方はそれ使って口ゆすいだりすればいいなと思うので、逆にそれはすごく良かったなっていう。ビラにね、絶対ついてるもんね。ありがたい、あれは。というわけで、3つ目が水の質ということで、髪がバリバリになりますよということはご注意いただけます。次。はい、4つ目。これは完全エリアと場所によるんですけど、騒音問題があるところがある。そうやな。チャングーは結構クラブとかが多いところなんで、場合によってはそのクラブに近いところは音がうるさいっていう書き込みがあったり。クラブとか、あと普通のレストランというか、ああいうお店でも音楽生演奏とかね、ところもあるから DJ 付きのね、ところあったりとか。でもさ、あれ、なんか大通り沿いとかでそういうのあるけど、ちょっと道それてさ、うちとかもそうだけど、ちょっと道入って奥の方に行ったビラとかってめっちゃ静かだよね。めっちゃ静か。だから我々のビザはほとんどもうそういうので苦しんだことはなくて、一回ね、隣の塔で貸し切りの塔があったので、そこで、なんか DJ を呼んでやってる人がいたんで。パリピがね、いたから深夜にね、深夜4時ぐらいまで DJ。早速店員さんが文句をつけて。こうやってエアビのオーナーさんに、すごい騒音で寝れませんっていうふうにしたら、ちゃんと交渉しに行ってくれて、本当にありがたかったよね。というわけで、騒音の場所があるんで、それ多分口コミとか見てればわかると思うんで、Google のホテルのその口コミだとか、Airbnb とか、そういうホテルサイトの口コミ見てれば、騒音がひどかったですみたいなのあったら、ちょっと避けた方がいいかなというふうに思います。でも基本的にすごく静かなところは逆に多いです。めっちゃ多いよね。我々住んだところも日本より静か。本当だよね。車もないし、確かに。そういう騒音のところがあるというところだけ注意していただければというふうに思います。はい。というわけで、こちら4つ目です。次は5つ目。そして5つ目、最後ですね。虫やヤモリ問題ということが女子が苦手かもしれない。人によると、これも完全に人によると思うんですけどね。まず蚊だよね。まず蚊ですね。蚊は雨季の時期がひどいです。結構出るよね。結構出る。我々も12月の時は結構苦しめられたかなっていう印象があって、隙間から入ってくる。そう、隙間からとかどこから入ってくるのかわかんない。夜にちょっと開けたりしたらもうすぐ入ってきちゃうっていうことなんで、気をつけなきゃいけないのと、蚊取り線香結構我々はね、対応して、あと蚊のスプレー。コンビニでもどこでも蚊のスプレー売ってるんで、そこをなんか外出前にちょっとやっておくとほぼいなくなる。
まそうだねあ、そういうの気をつけなきゃいけない。蚊問題ね。でヤモリは本当にどこでもいるんで、ヤモリは私たちはね、我々可愛いねぐらいの感じの。好きの部類そうのそう。動物なんでいいんですけど、苦手な人は苦手。虫ね。爬虫類、まあ動物、動物ではないね。爬虫類。うん、爬虫類です。どっちでもいいです。爬虫類だって苦手なさ女子絶対いるから、それからするとちょっとキャーってなっちゃうかもしれないけど。ただまあ、あれは虫を食べてくれるんで、逆に行った方が、パトロールしてね。というわけで、最後は虫問題。虫問題、ヤモリ問題ということで、5つのデメリットをお伝えしました。はい。で、最後に、もしかしたら、いいのか悪いのかわからないデメリットをお伝えしたいと思います。それは何かというと、やる気が出ないということです。あんまりに快適すぎて。そうなんですよ。もう本当に快適だし、みんな幸せそうにしてるし、周りの人も。で、物価も安いし、自然もいっぱいあるしということで、もういるだけで幸せなので、なんかこのまま向上しなくていいじゃないかとか、すごいお金を稼ごうじゃないかみたいなやる気はあんまり出てきません。だからそれをまあ覚悟してというか、言ったら変ですけど、まあ、ゆったりして、人生を楽しんでいただきたいなという場所がバリ島になります。確かに。ただまあ、本当に幸せという意味を考えると、バリ島移住だとか、長期滞在は素晴らしいと思うので、そうだね、そんなに多くコストがかかるものでもないので、ぜひチャレンジしていただきたいなというふうに思います。もうビジネスクラス1往復する分ぐらいのお金があったら2ヶ月ぐらいそうだよね、余裕で幸せに暮らせますんで、しかも別にそんな抑えなくてもね、節約約するわけじゃなくて、サーフィンもできれば、美味しいご飯も食べれれば、いろんな観光地にも行けるしっていうことで、楽しみながらそんなにコストかけずできる幸せに過ごせるので、最高だなというふうに思います。まあ今デメリットをいろいろ挙げましたけれども、そんなこと全く気にならないくらいバリ島移住、そう無理やり出した素晴らしいもんなんで、もう本当に文句はないです、全く。もう我々ね、幸せすぎて、6カ国10都市で暮らして、バリ島最高だなというふうに思うぐらいのところなので、本当にそう。ぜひ移住をしていただけたらというふうに思います。移住もしくは長期滞在。長期滞在からぜひね、スタートしてほしいよね。そうそうそう。まあ2週間、1ヶ月とかね、チャレンジしてみていただけたらなというふうに思います。はい、それでは本日はバリ島移住のデメリット5選プラス1というのをお伝えさせていただきました。それではまた世界中でお会いしましょう。さよなら。チャンネル登録、グッドボタンお願いします。コメントもよろしく。バイバイ。コウタです。はい、です。今日はなんと私のスパデーです。スパデー。ジンバランにあるところにこれからタイミさんだけが行っていきたいと思います。では、レッツゲッツスタート。世界中チャンネル。ついに到着しました。途中雨に降られましたが大丈夫でした。なんとか晴れました。よかった。めっちゃ晴れてる。嬉しい。はい。ということで、クブバリラグジュアリースパさんですね。今から入りたいと思います。クブバリラグジュアリースパの場所なんですけれども、ジンバランというリゾートエリアにあります。空港から言うと20分ぐらいの場所なんですけれども、各、いろんなリゾートエリアから最短15分、ヌサドアから15分とか行きやすい場所にありますね。しかもなんとビラコース、ミドルコースの人は送迎を行ってくれるらしいです。ホテルから送迎してくれるっていう感じだと思います。無料地区とか、どんな感じなのかっていうところはホームページにね載ってるので、どこが無料で送迎してくれるかはホームページをチェックしてみてください。これがエントランスですね。入ってみますね。ありがとうございます。うわー、いい香りがする。すごいいい香りがしてます。アロマ嬉しい。わー、綺麗。すごい天井とか素敵ですね。広い。ありがとうございます。ここを運営されている愛さん、こちらにどうもこれからじゃあ、お部屋の方に行ってみたいと思いますので、楽しみにしていってください。チャンネル登録お願いします。建物は建ったばかりなので本当に綺麗で、外から見てわからないぐらい中がものすごく広いんですよね。で、こんな感じですごく素敵なお庭があって、すごい開放感があったりとかリラックスできるような空間になっています。
各お部屋は一個一個個室になっていて、めちゃくちゃ綺麗な、本当におしゃれなお部屋があります。なんと、今日は広いあらあら、お部屋でジャスミン。ここで靴脱いだらいいですか？じゃあ、はい、靴脱いで入りたいと思います。スパのメニューは大きく分けて3つありまして、好きなメニューが組み合わせをすることができるアラカルトと、あとは2から3時間ぐらいの緑コース、そして3から5時間半のビラコースというこの3つパターンがあって、その中にですね、例えばフェイシャルとか、ボディとかですね、いろいろと選ぶことができるので、ホームページ、日本語でね、メニューすべて見れますので、ぜひ見てみてください。わー、すごい。何これ。めっちゃ綺麗。あそこにバスルームがそのままついている。ラグジュアリー感すごいです。ということで、今から着替えてスパを受けたいと思います。手振ってくれてる。行ってきます。まず受けたのがバリニーズですね。全身オイルでマッサージしてくれるんですけれども、オリジナルオイルで施術をしてくれるので、本当にいい香りで、しかも肌にも優しくて最高に気持ちよかったです。しかもですね、この施術してくれてるスタッフさんが手がめちゃくちゃあったかくて、もうその手で触れるだけでもう全身血流ポカポカ良くなって、本当に気持ちいいんですよ。もう最高の施術でした。あと強さもね選べるので、強すぎず弱すぎず、自分の好きなような形で、強いのが好きな人はストロングっていう風に要望すればバッチリ強い形でやってくれるし、強いのちょっと苦手だなっていう方はミドルとか、弱めのやつでお願いしますでちゃんとやってもらえるので、そのあたりもねバッチリ選べます。気持ちいいな、最高すぎるな、本当に幸せ。いい香りがしてきて、もうそれだけでも癒されるけど、なんか、寝たいけど寝るのもったいないみたいな気持ち分かります。そんな感じのね気持ちで本当に最高でした。次にやってもらったのがフェイシャルなんですけれども、これね、私ちょっと久しぶりのフェイシャルだったんですけど、本当に気持ちよかったです。まずメイクのオフしてくれて、でその後肌ちょっと整えた上でオリジナルのねパックをちょっとつけてくれたんですよね。でそのパックがどんどん肌が生き返っていくのが分かるみたいな感じで、本当にねなんか癒されるって感じでした。しかもなんか途中でねマッサージももちろんしてくれるので、顔って意外と凝ってたんだなって感じで、もうそんな感じでですね、すごいどんどんほぐされていくので、めちゃくちゃ気持ちよかったです。もう最高って感じですね。寝てしまいそうです。ただただ気持ちいい、本当に最高の時間です。もう前代未聞なぐらいお肌がツルッツルになりました。こんな肌だったのっていつだっただろうっていうぐらいですねどんだけ手入れしてないんだって感じだけど、それぐらいツルッツルになりました。なんかツルツルふわふわになって超感動しました。めっちゃ綺麗なフラワーバス用意してくれました。すごくないですか、この芸術性。これ入るの超もったいないんですけど、やばくない？本当に見たことないぐらいお花がいっぱい入ってます。フラワーバス、こんな豪華なやつ入ったことない。めっちゃ綺麗くないですかこれ。もうすごい花にまみれてすごいことになっていました。なんかもったいなすぎて花をできるだけ崩さないように入ろうって感じの気持ちになったんですけど、でもなんかもう本当にこれは女子全員が上がるお風呂ですよね。これ成果なんですけど、成果何個使ってるのっていうぐらいの量をこうブワーって置いてくれてて、で温度もねちょうどいいぬるま湯的な感じでゆっくり入れて最高でした。本当に気持ちよかったです。フラワーバスで癒された後はこのサウナでゆっくりと汗を流して最後にすっきりすることができます。こだわりのポイントはですね、この庭がですねそのままもう真正面にバーンって見れるような感じの、珍しいサウナになってて、なんか普通サウナってちょっと暗めだったりとかすると思うんですけれども、ここはすごく明るくて
で木のねいい香りがむちゃくちゃするんですよ。ここでねカップルであったりとかお友達と会ったりとかとね施術終わった後にみんなでよかったね気持ちよかったよねとかいう話をしながらこのサウナを堪能することができます荷物を持って手伝ってくれています。すごい皆さん優しくて本当に素敵な方々ばっかりだし本当に癒し空間でございました。最高でした。最高でした。やばかったです。癒しが癒されまくりました。はい。こちらのスパの買える商品はなんとすべて愛さんのオリジナル処方で作ってる商品なんですよ。全部めちゃくちゃいい香りするんですよ。で本当にいいものばっかり入れて作ってるって感じなのでぜひぜひ皆さんねここでしかこれ今買えないんですよね。なので行ったら必ず買って帰るといいなっていうふうに思います。私のねお気に入りはマッサージで使ってくれたオイル、もうすごいいい香りで最初からマッサージされてる時からこれはなんだめっちゃいい香りだみたいな感じで思ったんですけど、それのねオイルマッサージオイルおすすめですし他にもねボディスクラブであったりとかシャンプーとかまで売ってるので気になる商品ぜひ買って帰るといいと思います。ここのオイルはね全然ベタつかなくてさらっと肌に馴染む感じなんですね。もう肌からいい香りがしてなんか自分いい女になってるみたいなそんなテンション上がってしまうような香りがします。オーナーの愛さんは本当にですね素敵な女性でもう商品開発へのこだわりが半端ないです。もうさすが日本クオリティというかですね開発までめちゃくちゃ時間かかったっておっしゃってたんですけれども安心してここのスパ受けていただくことできるんじゃないかなと思いますし愛さんはインドネシアの方が旦那さんなんですけれどもその旦那さんと共にですねここを経営されててお子さんと一緒にですねバリで過ごされております。すごく素敵なお人柄で優しくてですねもう皆さんにぜひ会ってもらいたいなって YouTube 見てくださった方は連絡くださったら愛さんとおつなぎするのでですねぜひぜひ愛さんに会ってもらったらなというふうに思っております。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。最高です。皆さんぜひ来てください。本当におすすめのスパなのであなたもですねバリ島に行ったらぜひ空港からも近いので行ってみてください。ホームページから予約ができますしインスタグラムもあるのでインスタでね検索していただいてぜひぜひですねあなたがバリ島に行ったらもう必須で行ってみてください。はい、そんな感じです。ということでお家に帰ってきました。私変わりましたか？変わりました。ツルツルです。触ってみて。ますます何だね。良くなってる？良くなってます。ふわふわになってるやろ。うん。めっちゃしてよかった。ふわつる。ふわつるなってる？ふふふふ。これでいい感じにこのバリの日差しのダメージの肌が一挙に回復した気がします。ぜひあなたも行ってみてください。行ってみてください。じゃあ概要欄から。人生の可能性みたいなものがこの動画を見てくれて感じてもらえたらめっちゃ嬉しいなって思うし、自由に環境を選択できるっていうことの素晴らしさ、人生を生きやすくする手段なんちゃうかなって思って、自由に生きれる日本人とかが増えたら最高にいいなって思うし、コウタです。タイです。今回 YouTube を再開するにあたってどんなものを視聴者の方に届けたいかと第2さんとお話していただきたいと思います。はい。Let's get started。世界樹チャンネル。私たちの生活ってちょっと変わってると思うよね。一箇所にとどまらずにいろんな場所に住んでいくと。いわゆるでも今まではノマドってあったと思うんやけど、そのノマドともまたちょっと違うなって思う点は、会社を経営して法人向けにビジネスをやりながらも、今みたいな生活をできているっていうところがちょっと違ってるのかな。フリーランスとは違うから、それとはちょっと違うのかなって。何人もいる中で仕事を分担しながらやっている。このまさに YouTube もそうですけど、やっているっていう感じですね。っていうところがちょっと違うのかなっていう点と、あと夫婦で
しかも40代でなんかこういう生活してる人ってちょっと少ないかなって思うから、いろんな可能性みたいな、人生の可能性みたいなものがなんかこの動画を見てくれて感じてもらえたらめっちゃ嬉しいなって思うし、でなんか私がほんまにこの海外移住して思ったことってさ、住む場所で人生ってめっちゃ変わるなってめっちゃ思ってて、私は30代までずっと、まあ言ったら神戸に住んでて、生まれてから大人になって就職して、その後独立してまでずっと神戸を離れたことがなくて、もう神戸が大好きって感じで、別にそのままなんか住み続けようと思ってた人やったから、まあその後東京住んで、で沖縄に移住してっていうところから、なんかすごい移り住むっていいかもしれないって思ったり、で海外に実際住んでみて、最初はなんかこうほら日本と全然違う部分がいっぱいあるからストレスとかあるかなって思ったけど、意外となんかそんなでもなく、バリなんかはまさに日本の忙しさとは全く違うこの日々のゆったりした感じっていうか、こう今聞こえてるかわかんないけど鳥の声がすごく常に聞こえてたりとか、今までの人生よりも自然を感じたりとか、風を感じたりとか、毎日を丁寧に生きてる感じがするっていう感じがして、自由に環境を選択できるっていうことの素晴らしさ、それがすごく人生をなんかめちゃくちゃ生きやすくする一つの手段なんちゃうかなって思って、でもさ、海外行くの怖いっていう日本人いっぱいおるから、こうやって誤解もちょっと解いていけたらなと。こういう動画を見てもらって、意外となんか楽しいかもとかいいかもとか、結構もっと気軽に行ったらいいんかもとか、そんななんかがっつり何年とかそうなんじゃなくて、もっと気軽に例えば2週間とか1ヶ月住んでみようみたいなんでもいいんかもしれんとか、そういうので、なんかもっと自由に生きれる日本人とかが増えたら最高にいいなって思うし、オーストラリアの人はめちゃくちゃいろんなさ、旅しながら生活してる人、してる多いかなって思うけど、ヨーロピアンね。そう、ヨーロピアンな方々は。だけど、例えばさ、アメリカとかやったら国内から出たことないとかいう人も結構いっぱいおるから、まあ、この動画がもし海外の人の目に留まって、俺もそういう生活しても面白いかもしれんって、ちょっと可能性感じてくれたらすごい楽しいなって思って。ということは海外視聴者ももちろん。素敵だよ。もちろん、見てね。海外のセカドンさんも増やしたいと思ってる。チャンネル登録お願いします。まあ、日本に限らず、まあ、いろんな人、国籍、人種、性別の理解をすることが非常に大事なんじゃないかなと、これからの時代は。どんどん人の交流が激しくなってきているから、まあ、日本も今ね、本当にインバウンドの方々が来て、そのうち住み始める人もいて、多文化との共生っていうのはもう絶対に必要になってくると。でそうなった時にこうやって海外経験があったりすると、ものすごくそういった考えなんですねって受け入れられるところがあると思うので、お互いに海外に出ていきたいと。でもう一つは、まあ、この20年ぐらいの韓国と中国の発展すごいよをね。見ている。韓国はね、僕が20年ぐらい前かな、行った時はまだまだ日本の方が経済的に上で、行ったら安いなっていう印象だったけど、今や今年1人当たり GDP が日本を超えると。で、台湾ももう今年超えるというような中で、彼らがどんどん金持ちになってきて発展していっている、お互いに少子高齢化ながらっていうことで、その発展の一つの原因はやっぱり海外に目を向けているっていうところがすごくでかいと思うのね。韓国の人たちは海外に住み始めて、そうすると何が起こるかというと、韓国料理店ができたり、サムスンショップができたりして、そうするとそこの現地の人たち、ローカルの人たちも韓国料理食べてみようとか、サムソンっていう店があるんだってして、じゃあ買ってみようっていう形で、世界中に今韓国製品と中国製品が広まっていると。日本は唯一アニメが。アニメはこのコンテンツは相当どこへ行っても聞かれるっていうね。もう日本ナルトとかね、なんか呪術廻戦みたいなね、スパイファミリー。スパイファミリーとか。スパイファミリーのね、インドネシアの吉野家がそうインドネシアの吉野家がタッグを組んでスパイファミリーキャンペーンみたいなね。そうキャンペーンやってて、グッズつまりスパイファミリーだったらみんな知っていると。だから吉野家も日本でインドネシアで広めたいからスパイファミリーと組んで。スパイファミリー展開しているというで引っ張られてきた人が吉野家を知るみたいなね。ぜひ行ってみてください。インドネシアの、吉野家にね。ちょっと日本負けてられへんから、日本のいいものをどんどん世界にも知ってもらいたいし、世界の人が日本に来た時にめっちゃ日本ええやんってなって、
なんかそれがまたさらに世界に広まっていくみたいな感じになったらめっちゃいいなって思うから、日本の方々もどんどん世界に出て日本の良さを改めて実感してもらいたいなって思うよね。日本は本当だから食べ物美味しい、綺麗、治安がいいで、接客レベルがむちゃくちゃ高い、なんかもう良いとこだらけっていうかさ、だからそういう意味でもう海外の人来た時多分絶対びっくりするやろなって思うし、しかも安いっていう、まあ、安いのはちょっとあんまり良くないかもしれへんけど、でもなんか日本ってすごいなって改めてこの海外に住んでるとめっちゃ思うから、そういうね、あとはそれをだから伝える技術だよね。まあ言語もそうだし、まあ、マーケティングなんかもそうかもしれないけど、知ってもらったりコミュニケーションする中で、あ、日本って素晴らしいなって言って、じゃあ製品使おうかって思っていただけるような、まあ一人一人が意識が大事かなと思って、まあこのチャンネル見てる人はやっぱり成長を目指す人の集まりでありたいと思うので、まあちょっとでも自分のできる限りでいいので、まあ語学でもいいし、他の資格試験でもいいし、あとはもちろんビジネスもいいし、そういうのも混ぜながら、そうだね、いかにねこの世界で楽しみながらサバイブしていくかっていうねことをお伝えしていきたいなというふうに思います。こう海外出てみてやっと分かることとか結構いっぱいあるしさ、なんかなんだろう、日本の良さもそうやけど自分自身の耐久性っていうかさ、だから順応性ね、臨機応変さとか、そういうのとかもここになんか海外に来てやっと分かるっていうかさ、あ、こういうとこ弱いなとかこういうところ強いなとか、多分これ2つあって、もともとまあ僕らねなんかチャレンジというか、なんか異なる環境で暮らしたりするのが好きだったっていうのもあって、そういうのもあるんだけど、やっぱ強くなるよね。毎日決断の連続やもんね。いろんな知らないことだけやからさ、なんかそういういろいろと新しい挑戦をして決断の連続でっていう感じで、なんかこの決断力がさ、人生をさ自由に生きるすごく大事なポイントなのかなって思ってて、私はなんかコウタンとこう一緒にコウタンと何よコウタンと一緒にこう。まあ、人生を歩んできて思うことは、やっぱりその決断のさ量が人よりも多いからこうより自由になれてんちゃうかなって思うからさ、なんかその決断の数が決断の数が成功の量って僕が言ってるから、やったら増えるよね、だからそれがなんか自由度、成功はまあなんていうかな、ビジネス成功するとかその目指してる人と目指してない人多いかもしれんけど、でも人生という意味での自由度を高めるっていうことのそのすごく大事な要因がこの決断のなんか力みたいなものかなって思うからさ、それがだから自然と養われるのが海外であると。そうやねだからおすすめやん。毎日が決定の連続で、そうやんな、まあ学びの連続で、知らないことが本当たくさんあってだんだん知っていくっていう。そうで意外といけるし、意外と世界各国そんな不便なこともないです。まだ今はなんか出る勇気がないとかって思ってる人でもこの動画を見てちょっとなんかこう追体験してもらって、なんかこう今の日常ももちろんいいけど日常にプラスアルファちょっとチャレンジしてみようって思ってもらえたらめっちゃいいかなっていうふうに思っています。あと、私がお届けしたいのは、だからこの夫婦が一緒に夫婦関係ね、そうまあそうね、仲良くこうやって過ごしていくってこと自体が、それってなんか日本の中ではちょっとレアだったりとかするのかもしれないなって思うぐらい、結構いろんな夫婦問題に何か問題抱えてる人もいるかなって思うからさ、なんか我々はなんかもちろん喧嘩することもあるけど、すごい例えばコウタンがめっちゃ私になんか優しい言葉かけてくれたりとか、なんか女子が喜ぶような言葉をバンバン言ったりするから、それをちょっと隠し撮りしてみんなにお届けしたいなって思っていますまあだから本当外国では結構ね、まあ一人の人もいるけどカップル単位ってすごい多いから、家族もいっぱいいるよね。家族もいっぱいいるし、ちっちゃい子連れてさ、あれすごくない？なんか7歳8歳でもサーフィン習わしてもうガンガン一人でやったり、大丈夫かっていうこのチャングー波高いのに、何やろ、自由やなって思うよな、その子供放置プレイ。なんかそういうのを見るとさ、そういう意味ではいいやん。親も楽しみを諦めてないっていうところが素敵だなっていうふうに思うよね。子供がいるからできないとかじゃなくて、いやいや私も頼むんだ、あなたもだからなんかどっちかというと教育とかよりも友達みたいな感覚で、あなたはあなたの遊びやるでしょみたいな、ほっといて場合によっては放置やもんな。という感じで、まあお互いのいいところを学び合えたなという、そうやな、そういうのもお伝えできればと思います。自由度な、そんな感じで、はい、そんな感じでこれからこのチャンネルを世界に触れるきっかけになればいいなというふうに思っております。あなたもセカ友になってください。やってください。チチャンネル登録とグッドボタン、またコメントあったらね、もう
いいことでも批判でもいいんでね。ぜひぜひ。それがまた私たちの絶対糧になるんで読んでるんで、はい読みたいですのでよろしくお願いしやます。では世界中でお会いしましょう。さよなら。動画をご視聴いただきありがとうございました。高評価、コメント、チャンネル登録をお願いいたします。では次の動画でお会いしましょう。See you around the world.